始まりましたかね。音声入っていますか？OK かな？ OK じゃないかな。あ、OK だ。うん。OK ですね。OK じゃないかな。あ、OK だ。よし。では始めましょう。はい、皆さんこんばんは。ドクタビ TV の徳富です。今日は2024年11月8日金曜日。いつものように21時30分からのスタートになります。このライブはだいたいね30分間を目安に考えています。僕昔は、多分小学校の高学年から中学校にかけてはやっぱりラジオをよく聞いていました。僕今51になったんですけれども、1973年生まれです。でその当時やっぱり皆さん多分僕と同じ年代ともうちょっと後も下までぐらいかな。やっぱりラジオ番組は聞いていたと思います。そう、僕もやっぱり夜、だんだんね、高学年、小学校6年生ぐらいからかな、になってから夜のラジオを聞くようになりました。寝床に入ってから、ベッドに入ってから23時からの30分番組などをよく聞いていましたね。23時から30分、もしくは、1時間、24時まで、日付変わるまで。あとは日曜日の早朝ですね。何時からだったかな、8時からかな。あれ文化放送かな。千倉まりの港区海岸一丁目というラジオ番組がありまして、でその番組すごく好きで、あれは30分じゃなくて1時間番組だったかな。そうで、その番組が当時の東京湾が芝浦ふとついこの前僕が東海汽船のミステリーツアーで行った竹芝桟橋のところですね。そうまさにあそこが昔倉庫街で、今みたいにあんな開発されている町ではなくて、倉庫がいっぱいあって、その中にラジオのスタジオもあったんですね。でスタジオは一般の見学はできないのですけれども、そのラジオ番組中にその千倉まりさんとあとアシスタントの人が2人で、この下に降りてきて、倉庫街の下に降りてきて、もう目の前が東京湾なんですけれども、そこでねちょっとおしゃべりをするというようなコーナーもあったりしました。でそのアシスタントの方がのりぴ酒井のり子さんだったり、あと勇直子さんだったり、というような人たちがいましたね。まさか当時、僕があれは中学校1年生の頃か。その時初めて酒井のり子さん見て、まさかね、番組からそんなビッグな方が出るとは思ってもいなかったというようなことがあったりしました。などということをね、今ね突然ね思い立ったら30分っていうようなことを言ったら、ラジオ番組とか大体30分だったなというようなことを、思い出して、今喋っています。千倉まりさんという、DJ の人すごく好きで、その港区海岸一丁目以外にもあと平日の夜とかも多分あったんだと思いますね。番組あったはずです。11時からとか。大友康平さん、ハウンドドッグの大友康平さんと一緒にスクールアウトというような番組やっていたのも記憶がありますね。
で、その千倉真理さんという方は、確かね、千倉書房という出版社のその、娘さんで、今はその出版社の人、あれ社長なのかな、社長じゃないかな、多分その出版社の人で働いている人で、そう DJ とかやってないのですけれども、すごく好きだった、好きな声でしたね。などということを今突然思い出しまして、お話しさせていただきました。で、今日は、チェコの話の第6回目ですね。チェコの話は全7回です。あと1回で終わります。で、このチェコには2016年12月5日から13日まで7泊9日かの旅でしたね。で、前回はオロモウツという町のお話をしました。で、今日はそのオロモウツの町からスタートですね。はい。で、2日目の朝ごはん。最近、なんかね、この朝ごはんシリーズ、朝ごはん紹介シリーズ、なんか個人的に結構好きなんですけれども、この日の朝ごはんこんな感じですね。これやっぱり僕にとっては結構な量ですね。フレンチトーストと、あと、パン、牛乳、フルーツ1杯、フルーツ3種類、スクランブルエッグとソーセージ2種類にベーコンに、これは、なんだろう、マッシュポテトですかね。チェコっぽくはないのかもしれませんけれども、こんな朝ごはんを食べました。今ちょっとこのワイプの画面見てたら、長袖なんですね。今腕まくりはしてますけれども、今日の東京の最高気温はいくつだ？今日の東京の最高気温は16度ですね。一気になんか寒くなりましたよね。冬になっているような感じがします。夜寝るのも毛布1枚じゃちょっと寒いかなというようになってきましたし、外出るのもちょっとこれではね、寒いからやっぱり上着を着るようになっています。多分ね、つい先週あたりはこれ T シャツでライブ配信していたと思うんですよ。もう一気に服装が変わっちゃいましたね。さあ、オロモウツのホテルでの朝食を食べ終えまして、ここからブルノという町に移動します。ブルノというのはチェコ第2の都市ですね。チェコの首都はプラハ、そしてブルノが第2の都市。で、日本の都市のイメージに合わせて言うと、チェコは首都なので、プラハは首都なので東京ですね。で、ブルノが大阪というようなイメージを持っていただけるといいというようなことをガイドさんがお話ししてくれました。そして、さあ、オルモウツの町からブルノの町に移動するのですけれども、その前に、ここはモラビア・カルスト地域と言われる場所です。この建物の後ろに岩山がありますよね。ドーンとそびえ立っている岩山。で、この建物の中に入っていきますと、ものすごい世界がそこにはありました。こちらはガイドさんですね。まずは、ここがね、鍾乳洞なんですよ。プンクバ洞窟という場所です。おそらくね、これね、僕がね、これまで見た鍾乳洞の中で、洞窟の中で最も規模が大きいものなんじゃないかなと思います。こんなね、鍾乳石がね、もう上から生えているというか、こうやって垂れてくるものが固まって、このような形になっているんですよね。上から垂れてくるのと、その垂れてるのが下に重なっていって、下からも山のようになっていると。すごい面白い形の、どこを見ても面白い鍾乳石だらけというような洞窟です。この中には、ちゃんと歩道も整備されていまして、そして、このね、機械群ですね。
これも見やすいようにライトアップされています。結構高低差があるので階段上り下りもしていました。これなんてすごいですよね。上から垂れてきているのがそのまま固まったものと、あと下にその垂れてきているものが上に上に重なって伸びてきていると。でこれいつか何年単位じゃなくてきっと何万年単位かもしれませんけれども、これいつかこうやってつながっちゃうんでしょうね。さあそして一旦地上というか、ここもねなんかね割れ目のようなところなんですよ。ここがマゾファの深淵の川底と言われる場所です。なんか池みたいになっていますね。でここがねこの角度だとわからないんですけど、こうやって見るとね上の方に地上があるのがわかると思います。ここがね大地の裂け目になっていて、下の方が池になっていると。多分昔の人はここをね降りてなんかロッククライミングみたいな形でやっていた人もいたんじゃないかなというように思って見ていました。そして今度はボートに乗ります。プンクバ川クルーズ。そう歩いて鍾乳洞の中を見ていくプラスこのリバークルーズというのもセットになっています。船の上からだと、さらにこの鍾乳石を近くで見ることができます。なんかすごい形ですよねこれ。そう触ることはもちろんできないのですけれども、なんか触ってみたいですよね。きっとカチカチなんでしょうけれども、もうここもやっぱりなんかこれ下の方なんか動物みたいな感じですよね。動物というかポケモンみたいな感じ。でこのリバークルーズのところもちゃんとライトアップされていますので、もうとても楽しく見ることができます。ということでリバークルーズを終えまして、さあこちらの図がこのモラビア・カルスト地域というところです。左下の建物がここがスタート地点でした。でそこから右上の方に洞窟内を歩いていきまして、中央上付近がマツォハの深淵の川底ですね。大地の裂け目のところ、割れ目のところです。でそこからちょっと行くと今度水見えますよね。でここからがリバークルーズになってずっと右下の方に来てボートを降りて終了と。そうなかなか迫力がある。これまで僕が見た中で最大規模の洞窟だったと思います。ちょっとしたね探検気分を味わえる場所ですね。もちろん安全に歩くことができます。人も映ってたと思うんですけれども、ヘルメットなしで普通にちゃんと歩けるように整備されています。そうこんな場所にもね、チェコにはありますね。さあそしていよいよブルノという町に到着しました。でやってきたのがここがトゥーゲントハット邸というところです。こちらは実は世界遺産に登録されている建物なんですよ。なんかパッと見では、ここ外観、実はこれ裏手なんですけれども、なんかそこまで貴重な建物なのかというように思うかもしれませんけれども、これができた年代を聞くと結構びっくりすると思います。1970年、80年という話じゃないんですよ。なんと1928年から1930年にかけて建てられたものだそうです。今2024か。90年近く前のお話ですね。90年以上前のお話ですね。
そう、そんな時代に第二次世界大戦以前ですよね。日本でいうところの昭和の初めです。昭和の初めですよ。そう、その時代にこういう個人の住宅が建てられていたと。今見てもモダンで、すごいいいデザインというふうに見えると思います。そう、これが昭和の初め、日本の昭和の初めにあったということで、ではこの建物の中に入っていきましょう。これね、高台の斜面を利用して建てられています。で、後で出てくるのですけれども、この家の中から見ると、これ高台の上なので、向こうの下の方の街がね、すごくよく見えると。そう、そんな立地です。では、中に入っていきます。こちらがバスルームですね。繰り返しますけれども、90年以上前のバスルームです。信じられませんよね。今作られたと。2024年に作られたタワーマンションの中のバスルームだというふうに言われてもうなずいてしまうかもしれません。こんなバスルーム、洗面台2つありますね。なんか高級ホテルっぽいとこ。洗面台2つですよね。あとバスタブもあります。こちらは、お部屋の中に入っていきました。そう、向こうの街がよく見えますね。さらにその向こう側の街も、ちょっとこれ斜めになっていまして、そう、遠くの方が丘になっていると。で、その遠くの方に建物、ちょっと塔のようなものがありますよね。多分あれが、教会ですね。そして一番高いところ、丘の上、高台のさらに上の方にあるのが多分あれお城じゃないかなと思います。やっぱりこれがね、90年前とはね、なんか今見ても、こうやってね、写真で、見返してみても、とてもじゃないけれど信じられないですね。実際にこの場で見た時も、全くね、その90年前というような古さを感じられないものでした。これ右側の方にこれ暖房器具があります。これ集中暖房ですね。個別ではなくて確か。一箇所で暖房を、作っていて、それがこう各部屋に分配されていくというような形式だったと思います。そう、すべての部屋に、暖房を通じていました。90年前です。これが、リビング的なものですかね。こんなところでゆったり過ごすことができたらもう本当に最高ですよね。僕はお酒は飲まないですけれども、ここでビールを飲んだりワインを飲んだりなどというふうにしながらゆっくりこの街の風景を見ると。そして木々もありますので、その木々の変化で季節の移り変わりを感じることができるというような場所だったと思います。これね、多分ね、確かね、椅子は座れなかったと思いますね。で、あとこれ中土足というか、普通に靴で入っていくのですけれども、靴にビニールをつけて、ちゃんとカバーをして、入っていました。こちら本棚ですね。今はね、こうやって本はごくごく少なくなっていますけれども、当時は90年以上前はここに本がたくさんあったんでしょうね。もう一度確認ですけれども、こちらの建物は1928年から1930年にかけて建てられたチェコのブルノという町のトゥーゲントハット邸という場所です。世界遺産に登録されています。もうね、ここの今のこの最中にも何度も言ってるんですけれども、90年前とは全く思えないと。
これが、食事の配膳エレベーターです。これもね、ちゃんと整備されていましたね。で、これが、メインの入り口ですね。玄関口です。ここだけ見ると、なんてことはないような建物に見えますけれども、実はこの高台の上から斜面にかけて、下の方にかけて、作られている建物なので、多分フロアとしては3つかな、3フロアかな。そして90年以上前の建物だと。こんな建物がチェコのブルノという町に残っていて、そして見学可能になっています。さあ、トゥーゲント・トットハット邸の後は、トゥーゲントハット邸の後は、ランチを食べに行きました。もうチェコ料理はすごく日本人の口にも合うものだと思います。僕もね、すごく美味しいと感じましたね。外国の料理で、美味しいというふうに、すごく好きだというふうに言えるのは、これまでも何度も言っているタイの料理と、あとこのチェコ。これがね、僕にとっての双璧ですね。で、毎回毎回、スープが出てくるんですけれども、このね、スープが美味しいんですよ。これはね、肉団子のスープでした。さらに、ポテト料理がやっぱり多いですね。これもすごい美味しかったですね。で、料理の後はスイーツ。さあ、という形で、お昼ご飯を食べた後は、この日、ブルノで宿泊する、ロイヤルリッツブルノというホテルに移動しました。ここがこの日宿泊した部屋です。これが、確かこのホテルには、部屋のクラスが3種類ぐらいあって、3グレードぐらいありまして、これが一番下のグレードのスタンダードです。スタンダードでこんなになんかメルヘンチックな、いかにもヨーロッパというような感じの部屋でしたね。なんか調度品もすごいですよね。あとね、これね、鏡のところをね、ちょっと見てほしいのですけれども、これベッドサイドのランプが映っているんですけれども、このランプ、これぐにょぐにょ曲がってたりするんですよ。こういう遊び心のある家具なども置いてありました。これがバスルームですね。バスタブ付きです。さあ、この後は、一旦ホテルに入って、荷物を置いた後は、ブルノの街歩きツアーに行ってきました。最初に言い忘れましたけれども、このチェコの旅は、個人旅行ではなくて、チェコ政府観光局から招待を受けた、ブロガーツアーというものです。当時僕は旅のブログを書いていまして、その関係で、たまたまご縁があって、招待していただきました。現地の旅費は全て提供していただいています。個人的な買い物は自腹。ですが、こういうツアーの参加費ももちろん提供していただいています。さあ、ということで、このブルノですね。日本でいうところの東京に対する大阪のような感じの町、都市ということです。で、ここが旧市庁舎。で、そこの、この1階部分に通路がありまして、そこ自由に通ることができるのですけれども、ワニが天井にいました。でもこれどう見てもワニなんですけれども、なぜかドラゴンというふうに言われているそうです。ワニですよね。これも旧市庁舎の装飾ですね。これよく見ると中央部分が曲がってますよね。確かこれなぜ曲がっているのかというと、
完成させてしまうと、これ作ってる人、職人さんの仕事がなくなっちゃうので、こうやってどっかこう曲げたりして永遠に完成しないように仕事が続くようにもらえるようにしていたというような話を聞きました。さあブルノの町の中に入っていきましょう。このブルノの町も、チェコのプラハ、これまで、この旅ではプラハ、オロモウツ、リトミシュル、あと一番最初に行った町、ピルスナーウルケルの工場がある町、どこだったかな。初日にプルゼニュという町に滞在しました。でこのどこだ、プラハじゃない、ブルノという町もやっぱり見事な建物が立ち並んでいる町ですね。リボさんこんばんは。いつもありがとうございます。今日はチェコのお話です。そう、どこ見ても素敵なんですよね。建物がやっぱりカクカクしていなくて、こういうね R があるラウンドが丸みの帯びている、角が丸みを帯びているのなんてもうずっと見ていたくなるような、そんな建物でした。でこれが市庁舎かな、現在の市庁舎かな。で中庭がありまして、そこにクリスマスツリーがありました。でクリスマスツリーの下にはちゃんとプレゼントもあるんですね。もちろん空箱でしょうけれども。さあそして、街中さらに進んでいきます。教会もいくつかありまして、その教会の正面の道やっぱりずっとまっすぐになっていて、いかにもこう街の中心にあるというような街の設計になっていましたね。ちょっと見づらいですけれども、この教会のすぐ手前になんかバスみたいのがいるの分かりますかね。ちっちゃくて見えにくいかもしれませんけれども、あれトロリーバスですね。上に電線があって、そこから電気が供給されて走るバス。バスではありますけれども、一応区分としては鉄道です。でこんな風景を見るとやっぱり撮りたくなります。トロリーバスも走っている上にさらに路面電車も走っています。このブルノの街にもたくさんの路線がありまして、こういうね大通りには、ほぼ路面電車の線路があるというふうに思っていいかと思います。教会バックの、これ多分最新式の路面電車ですね。低床式の。かっこいいですよね。でこちらの教会は、先ほどの教会に比べると、やや小ぶりではありますけれども、そこもやっぱりこう正面の、通りがきちんと整備されていて、でさらにそこに路面電車が走っていると。で相変わらずみんなで一緒に歩く街歩きの最中でも好きあらば撮り鉄をしていました。僕はもう何度も言っているかもしれませんけれども、鉄道が大好きなんですね。乗るのも撮るのも好きです。そして路面電車が走る町に住んでいますので、都電荒川線ですね。路面電車は、日常的に見ている親しみがある鉄道です。チェコでは、ほとんどの町で路面電車をこうやって見ましたので、リトミシュル以外では。そして好きあらば撮影をしていました。でこの車両がなんかボツボツがついてますね、赤い部分に。これね、今は昼間だから、なんてことはないように見えるのですけれども、後で
夕方の夜の写真も出てきますけれども、これ電飾がついてるんですよ。ライトアップトレインなんですよ。さあ、やってきたのが、ここが、聖ヤコブ教会ですね。で、この、聖ヤコブ教会の、建物のすぐ横に、これ階段がありまして、これ地下へと降りていく階段です。地下街があるわけでもないし、地下鉄が走っているわけでもないです。この下にすんごいものがあったんですよ。なんかアート作品が展示されているように見えます。実はここは聖ヤコブ教会納骨堂という場所です。この壁の部分ですね。これ壁の部分、実は骨です。人骨です。はっきり写ってる写真もあるんですけれども、なんかそれ載せちゃっていいか、YouTube 的に載せていいか分からなかったので、ちょっとなるべく分からないもの、パッと見では分からないものをここでは出しています。ここの教会のすぐ隣の地下には5万人以上の遺骨が埋葬されていたんだそうです。で、この5万人という規模はヨーロッパでは2番目。で、一番多いのがカタコンベという場所で、そこはもう全く規模が違くて600万から700万人分の骨があるというふうに言われています。そしてこの、納骨堂なのですけれども、実は発見されたのが2001年のことだそうです。今から23年前。ものすごく最近のことですよね。それまで発見されずに、こんな地下のところに人骨がたくさん安置されていたと。やっぱりこう旧共産圏の、共産党の支配というようなこともあって、なかなかそういうね、いろいろな調査に手が回らなかったというようなこともあったのかもしれません。で、ここには、やっぱりショッキングなものなので、人の骨というような。しかし、こういうアート的な展示方法をとっていますので、そこまで怖さというものはない場所でしたね。ただね、この頭蓋骨に穴が開いているものとかあったりして、で、それは、多分今から100年以上前の人骨だと思うのですけれども、手術後の穴というふうな説明がありました。ここからはちょっと自由時間かな。自由時間に、ほんの短い時間、30分とか1時間とかそれぐらいの自由時間があったので、また僕は撮り鉄ですね、路面電車撮影に向かいました。先ほど、昼間はこの電飾キラキラしていないので、そこまでね、クリスマスらしさというものがなかったこちらの車両、もう光が見えるようになっています。これね、街の、ここはね、中心部です。で、広場的なものになっていて、人々がこうやって歩いてるんですけれども、そこにもしっかり線路があって、この奥の方に路面電車いるのがわかるかと思います。さあ、日も暮れてきました。なんか、これが現実の世界とは思えないような、そんな光景がそこには広がっていました。街もクリスマスです。クリスマスのこの装飾がありますね。そして、クリスマスマーケットで、ちょっと右の方にはこの小さなお店というのもあります。そこに電飾キラキラのクリスマストレインがやってくると。で、この路面電車は、おそらく日常的に街の人々の足となっている
路線ではなくて、多分観光路線なんじゃないかなと思います。こうぐるぐる、この中心部のナイトマーケットとか教会がある場所、その周囲を回っている、周回しているもの、多分クリスマス特別運行の車両ですね。で、こうやってライトアップされていると、電飾キラキラにもなっている。で、ここでお客さんが乗り降りしていました。そう、入れ替え制っぽかったですね。結構お気に入りの一枚なんですよ、これ。空が暮れてきて、深い青色。そして向こう側、奥の方に、これ全部実は人なんですよね。クリスマスマーケットに遊びに来ている人たちの群れ。で、あの人たちの方に歩いていくと、そう、こういうクリスマス装飾がなされていく道を歩くことができると。で、ここが、この奥の方にこう2つこの線塔がありますよね。2つ。あれが教会ですね。で、そのすぐ近くのところでこのようなナイトマーケット、クリスマスマーケットがあると。さあ、そして自由時間も終わりまして、夜ご飯タイムです。で、ここでも、チェコ料理を食べたわけなのですけれども、これは鴨肉です。鴨。で、なんかね、そこまでこう特別なものには見えないかもしれませんけれども、実はこれすごく特別でした。これを、僕が食べてる時ですね。鴨肉、そんなに硬くはないんですよ。割とちゃんと食べやすいのは柔らかめだった記憶があります。で、食べてる時に、噛んでいる時に、なんかね、口の中で、ガリッてしたんですよ。で、なんだと思って取り出したら、なんと、銃弾でした。散弾銃の銃弾。こういうね、ちっちゃい丸いやつ。鴨を仕留めるために使った銃弾がこのお肉の中に残っていたと。そう、お店の方に聞いたら、それはラッキーなことだというふうに言われましたね。これもちろん銃弾は日本に持ち帰ってきていません。多分飛行機乗る時に大変なことになると思うので、もうここでお店の方で処分してもらっています。まさかね、銃弾入りのお肉を食べるなんて、そんなことがあるとは思いませんでしたね。さあ、夜ご飯の後は、こちらは、マーヘン劇場というところです。1882年に新ドイツ市民劇場ナ・フラドバーフ劇場という名称で当時完成したものだそうです。作られたものだそうです。今から140年以上前のお話ですね。で、現在はマーヘン劇場というふうな名称になっているわけですけれども、ここもすごいですよね、このシャンデリア。それ以外の装飾もそうですけれども、140年前。いやだろう。日本だと、今これ明治が始まった頃ですよね。江戸時代が終わった直後です。その時のチェコには、こんな建物があったと。やっぱり当時のヨーロッパはすごかったんだなということ。リボさん。タイの旅行動画ばかり見ていたので、食事が豪華すぎる。そうなんですよね。タイのやっぱり食事とは、全然違いました。これは、一応ブロガーツアーということで、全部チェコ政府観光局持ちの旅行だったということもあるので、やっぱりそれなりのレストランには連れて行ってもらっています。で、もっと大衆的なところに行けば、また違った食事になっていたのかもしれませんけれども、多分ね、そこまで、
なんか大きな変化はないのかなと、チェコ料理の場合には多分品数とかそういうものの違いくらいで、基本このスープとパンがあって、そしてメインディッシュと、その流れは変わんないんじゃないかなというふうに思いますね。で、僕がね、行くね、タイ旅行の場合には、本当に個人旅行で一食、目安として50バーツ、60バーツというようなもの。50バーツ、60バーツだと、最近ではなんか1バーツ4.5円とかいうふうなものになっていますけれども、300円いかないくらいの食事ばっかりの動画を出していますので、やっぱり全然違いますよね。で、きっとタイに旅行行ったことある人も、そう、高級店じゃなければ、高級店と普通の大衆店、ローカル食堂の違いは、本当に雲泥の差がありますので、さあ、でもこのチェコですよね。ここは劇場内140年前です。140年前に作られたものです。さあ、で、ここが客席ですね。やっぱり客席もね、すごいんですよ。やっぱりいかにもヨーロッパの劇場というような、円形になってるんですね。客席が。ここはオケピです。オーケストラの人々が今準備をしているところですね。そして、正面にこういう舞台があって、今これは開演前の時に見学させてもらっています。まだ幕が開いていません。これは、1階席、2階席、3階席、4階席ですかね。相当上から見ています。で、この後、実は、オペラかな、オペラをここで見たのですけれども、確かね、ここら辺の席だったんですよ。ここら辺の席だったので、これ左側の方見えないですよね。そんな席で見た記憶があります。上演中の写真は撮れないですけれども、撮れませんけれども、これは開演前の劇場内ツアーということで、こういう写真を撮れています。これは一番上のこの4階席の正面から撮ったものですね。もうお客さんも入ってきていますね。会場はしてるんですね。下の方の一般席ではなくて、個室みたいになっているところ。きっと高いんでしょうね。そう、こういうね、劇場、日本には多分ないですよね。ないと思います。すごく非日常的な空間でしたね。ここがマーヘン劇場。今から140年前以上に建てられたものです。劇場でオペラを見た後には、ここが、なんかバーに連れて行ってもらいました。みんなで一緒に行きました。僕はコーラで、お酒を飲まないので。で、みんなはなんかカクテルとかワインを飲んでいますね。もうあちこちで、もうレストランで、みんなもうビールを飲んでいますので、さすがにここまでバーまで来てビールというのはなかった、じゃないかなと。そして、夜も更けてきまして、多分もう、バーを出たのが11時過ぎでした。クリスマスツリーもありまして、もうね、すごくやっぱり綺麗なんですよね。クリスマスが、クリスマスマーケットとか、クリスマスの装飾とか、こういうツリーとかが、自然にそこにあるんですね。もう何年も、何十年も何百年も、もしかしたら
何千年も何千年ってことはないか、こういう電飾とかは。多分まあクリスマスマーケットはまあずっと続けられてきたものだとは思うのですけれども、そういう場所におきましても、そういう場所でまあこういうクリスマスがもう自然と根付いている。作られたものではないと、取ってつけたものではないというような雰囲気がありました。で、みんなやっぱり自然とクリスマスマーケットに集まってきますし、それが当たり前なんだなと。日本でも今そろそろかな、あともう1ヶ月ぐらいしたらクリスマスマーケットいろんなところであるとは思うのですけれども、やっぱり本場のヨーロッパのクリスマスマーケットは違うなというように思わされましたね。もう本当にどこを見ても素敵な、チェコでした。タイミングもね、12月の初めだったんですよ。12月5日から13日まで滞在していました。13日は日本に帰ってきているので、チェコにいたのは12までか。というような感じで、チェコ・ブルノでのお話を今日はしてみました。もう本当にね、どこを歩いても楽しいというようなところだったのですけれども、次回はチェコのお話最終回ですね。ブルノのお話と、次はまたね、ちょっと移動します。なんて街だったかな。確認します。レドニツェ・バルチツェ。レドニツェ・バルチツェという場所に行きました。レドニツェとあとバルチツェといった2つのところがある地域だと思うのですけれども、でさらにミクロフという町ですね。これはすぐ近くに隣同士の町なので、そこをポンポンポンと巡って、で最終的にそこからチェコから実はチェコのブルノからプラハに戻らずにすぐ隣、実はブルノという町の南側、ちょっと南側に進んでいきますとオーストリアなんですよ。ウィーンがあるんですよ。でバスでウィーンに移動して日本に帰ってくるというようなスケジュールでした。で最終日のお話は次回していくことにしましょう。リバさん、劇場にいたお客様もおしゃれでしたね。そうなんですよね。もう一回見てみますと、やっぱりオペラを見に行くというような服装をちゃんと皆さん綺麗に着飾ってくるんですよね。僕はもう普通の格好で行っちゃいましたけれども、全然おしゃれでもない格好で行っちゃいましたけれども、これもやはりチェコの人にとっては当たり前の日常のものなのではないかと思います。といったところで、今日のこのライブのお話、始める一番最初の時に、大体30分を目安にやるというようなことをお話をしまして、で、その30分という数字から、僕が小学校、中学校の頃に聞いていたラジオ番組のお話などもしたわけなんですけれども、結局今日も50分、50分超えちゃいましたね。30分と言いつつも大体いつも40分から50分これぐらいの時間になっちゃいます。必ず30分でやろうというような感じでやってるわけじゃないので、なんとなく
やっています。さあ、ではチェコのお話、今日はここまでにしまして、で、実は今ね、ちょっとね、次の旅の計画、だんだん具体化してきています。次は、台湾に行こうと思っていたのですけれども、ちょっとね、11月中はタイミングが合いそうもなくて、台湾はまた後日にしようと思っています。そう、最近ずっとね、ちょっと台湾研究をしていたのですけれども、来年かな。もしかしたら12月かもしれないですけれども、ちょっと一旦台湾は置いといて、またタイに行こうと思っています。なんとなくね、このね、日付もここら辺だなというのが出てきていまして、そう遠くはない時期に行こうと思っています。まだね、具体的にタイで何するかというのは決めてはいないのですけれども、今度はね、前回、行こうかなと思って、取ろうかなと思っていたチケット、夜行列車のチケットを、タイに行く前に、もう日本にいる時からもう確実にこの日付を決定しちゃって、メインとして、旅のメインとしてその夜行列車というのを持ってこようかなとも思っています。ただチェンマイのね、状況がちょっとまだよくわからないので、本当に行けるかどうか、夜行列車に乗れるかどうかは、まだ何とも言えないところではありますけれども、でもタイには行きます。近々。1ヶ月以内に。さあ、そして今、毎週水曜日と土曜日にアップしていますメインの動画ですね。今週の水曜日、おとといは前回10月に行ったタイ8日間の8日間の旅の6日目の様子をアップしました。そして明日の土曜日の18時には7日目、滞在7日目のお話をアップします。大学に行きました。大学に行ったといっても大学内にある学食に行ってきました。チュラロンコン大学、日本でいうところの東大でしょうね。タイの最高峰の大学ですね。そちらの学食に行ってきましたので、なかなか面白かったですよ。そして食べ物いっぱいありました。ぜひぜひ明日の動画楽しみにしていただければいいと思います。見ていただきたいと思います。そう、このチェコのシリーズで見ている写真とはまた全然違うタイの風景というのがありますので、そのね対比もぜひ見ていただければと思います。さあ、ではでは、今日はすごいもう1時間近くになりましたね。ということなので、11月8日金曜日のライブ配信はここまでにしたいと思います。今週末は東京の天気はどうなんだろうな。土曜日、明日は晴れですね。明後日なんか微妙な、夜雨が降るっぽいですね。東京の日曜日は夜に雨ですね。昼間はなんとか持ちそうかな。いろいろと遊びに行く方もいるのではないかと思います。というようなところで、そろそろ終わりにしましょうかね。次回のライブ配信は11月の12日火曜日、また11時半にここで皆さんにお会いできればと思います。
お時間があったらぜひ遊びに来てください。それでは皆さん、今日はおやすみなさいですね。もしよろしければグッドボタンをポチッとしていただければと思います。リボさんまたまた行ってきますので。それでは皆さん、今日はここでお別れしましょう。おやすみなさい。さようなら。